こんにちは。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日はレプロナイザー 107D プラスを使った5日目のレビューです。いつものように髪を乾かした後、実験的に温風5分と冷風5分、そしてさらに交互で当てた結果をお見せします。そして、久しぶりにヘアビューロン 27D プラスのストレートアイロンも試してみたので、その効果も比較していきます。今回は分かりやすいように、最後に全ての結果を横に並べて、しっかりと検証してみましたので、ぜひご覧くださいね。まずはいつも通り 107D プラスで髪を乾かしました。これだけでも髪はサラサラでしっとりと仕上がりました。もうこの仕上がりが当たり前になってきて、すごく自然に感じています。改めてこれが標準の仕上がりなんだなと実感しました。そして宿毛矯正は1年以上かけてないのに癖がそこまで目立たないことや、老化によるうねりがなくなっているのに驚きました。次にここからさらに5分間温風を追加で当ててみました。最初はパサパサになるかなと少し心配だったんですが、バイオプログラミングの効果でしょうか、逆にしっとり感が増したように感じました。髪のまとまりが良くなって表面がよりツルツルに。ブラシをせずに乾かしたので見た目が少しバサバサに見えるかもしれませんが、これも温風だけでまとまりが出るか確認するためです。次に5分間冷風を当ててみました。これもかなり興味深い結果でした。髪がすごく柔らかくふわっと軽い感じがしました。温風を当てた時よりも手触りも滑らかになったんです。こちらも見た目が少しバサバサかなって思うかもしれませんが、冷風の良さはやはり頭皮に近づけて当てられることだと思います。頭皮に当てることで新しく生えてくる毛にも効果があるんじゃないかなって気がします。最後に冷風と温風を交互に5分間当ててみました。これが一番バランスが良かった気がします。髪がサラサラなのにツヤ感もあって手触りはまさに最高。一番驚いたのは手ぐしオンリーなのに見た目もめっちゃまとまっていること。レプロナイザーを使ったことがある方なら共感できるポイントだと思いますが、冷風と温風を交互にやるとツルツル感が増すのは本当に驚きますよね。そしておまけとして久しぶりにヘアビューロン 27D プラスのストレートアイロンを使ってみました。仕上がりはやっぱりいい感じでしっかりストレートになります。ダメージが少なく髪に優しい仕上がりはさすがのヘアビューロンです。今回初めてレプロナイザー 107D プラスの冷風を弱で当てながらアイロンをかけてみました。今度しっかりこういうダブル使いでの違いも出るか検証したいと思います。普段はドライヤーだけで済ませることが多いんですが、久しぶりにアイロンを使うと特に毛先の収まり感を実感しました。ツヤ感もアップしてまとまりが良くなります。最後に今回の検証結果をまとめてお見せします。普通に乾かしただけ、温風5分、冷風5分、温風と冷風を交互に5分、そして最後にヘアビューロンのストレートアイロン。こうして並べると違いが一目瞭然です。ただ5つ全部並べるとちょっと小さくて見づらいので 107D プラスの検証部分だけスローでお見せしますね。30分間もドライヤーを当てることは毎日は難しいかもしれませんが、長く使えば使うほど髪が本当に綺麗になっていくのを改めて感じました。バイオプログラミングの力って本当にすごいですよね。気になることがあればぜひコメントで質問してください。またもし私が気づいていない感動ポイントがあれば教えてくれたら嬉しいです。今後もレビューを載せていくので、ぜひチャンネル登録と高評価で応援していただけたら嬉しいです。